窒素を混ぜない時が、こちらですね。おお皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。本日はこちらの SSP1000 キュービックスパッタ装置を使って反応性スパッタリングの実験をしてみたいと思います。で、反応スパッタリングっていうのが、通常チタンのターゲットを精膜アルゴンでスパッタリングしてあげると、チタンの膜が精膜されるんですけども、そこに少しだけ窒素を混ぜて、精膜してあげると、ただのチタンじゃなくて窒化チタンの膜になります。で、窒化チタンの膜っていうのが、こちらの例えばですけども、こちらのカッター、これ100均で買ってきたカッターなんですけど、2本で100円のカッターはこちらのように鉄の色をしてるんですけども、こちらの1本で100円のカッターはこちらのように、金色になったカッターがあります。ちょっとお高めのカッターだとかハサミだとかっていうところに使われているチタンコーティングって言われてるんですけども、正確には窒化チタンのコーティングがここにはされています。で、カッターだけじゃなくて、うちの工場で使われているこのようなドリルの刃先に、窒化チタンのコーティングがされてたり、これエンドミルのチップって言われてる刃なんですけども、こちらにもちょっとお高めの工具だと、こういう刃先に窒化チタンのコーティングがされているといったところもありますので、こちらを SSP1000 キュービックスパッタ装置で、やってみたらどうなるのかというところを実験してみたいと思いますので、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それでは早速チタンターゲットをスパッタ装置に仕込んで、精膜実験開始していきたいと思います。では、今真空状態に持ってってるんで、真空状態を止めていきます。真空引きの状態から約2分で、待機弁当しますので少々お待ちください。で、チタンターゲットっていうのはこのような色をしておりますので、皆さんよく見て覚えておいてくださいね。はい、約1分30秒経ちました。もうちょっとで開けられるようになります。弁当あったかな。よいしょ。はい、開けられました。で、下層土と言われている部分がこちらの下にありまして、裏板だとかバッキングプレートって言われている銅カッパー製の板が円盤がここに引き込まれています。ここに板厚3ミリ、50.8 ファイの2インチのターゲットをチタンのターゲットを仕込んであります。で、ターゲット押さえと言われている部品で押さえてあげます。他の動画でも説明している動画があるんですけども、こちらの、銅製のバッキングプレート裏板の下にですね、マグネット磁石が仕込まれています。なのでここに、磁石が仕込まれているんで、磁石にくっつくものは、このようにくっついてこういうふうに立たせることができると。ここで磁場があるんですよっていうところが見えてくると思います。けどチタンに関しては磁石にくっつかない非磁性の材料ですので全然くっつかないというふうになっています。ではセッティングしていきます。で六角穴付きボルト6箇所で、ターゲットを固定していきます。ターゲット、このチタンのターゲットだけをスパッタリングするようにアースの電位でこうシールド、余計なところまで、精膜スパッタリング飛ばされないように、囲ってあげる意味合いがあります。では、今度精膜される資料のセッティングをしていきます。こちらの2本100円で買ってきたカッターの刃を外してセットしていきます。でこちらはですね、おそらくなんですけども、錆びないように油が塗られてますんで、エタノールで拭いて処理をしていきたいなというふうに思います。この状態でセッティングしていきます。通常 SSP1000 の基板ホルダーはこの円盤だけなんですけども、工場の中をちょっと探し回っていいジグを見つけてきました。この L 型の
ブラケットを使ってこんな風に固定して精膜実験していきたいと思います。カッターの刃をセッティングしてみました。ではこれを装置の中に組み込んでいきます。よいしょ。よいしょ。じゃあこの状態で、これちょっと回転させてみます。すらないですね。大丈夫そうですね。で、シャッターも干渉しないし。で、ハッチとも、干渉してないんで大丈夫そうです。じゃあこの状態で、真空引きしていきます。ハッチを閉めました。はい、じゃあポンピングボタンを押して、真空引き開始していきます。はい、じゃあ真空引きを開始してからの時間をタイマーでこうカウントアップしています。では10のマイナス4乗パスカル台になるところまで待ちたいなというふうに思いますので、しばらくお待ちください。はい、真空引きを始めて今1時間28分経ちました。今の真空度が 1.3×10 のマイナス3乗パスカルになってます。本当であれば10のマイナス4乗パスカル台まで引っ張ってから精膜してあげた方がいい膜になってくるんでしょうけども、ちょっと今回では時間の関係もありますので1時間半90分ですね、真空引きをした状態から放電を立たして、精膜をしていきたいと思います。窒化チタンの反応性スパッターで精膜する前に、まずは単純にアルゴンだけを入れてチタンの精膜した時の状態をちょっとお見せしたいなと思いますので、その精膜をしていきたいと思います。で、アルゴンを入れてあげて約 0.4 パスカルぐらいかな、 6SCCM アルゴンを入れてあげて 0.4 パスカルまで、持ってきてあげて RF の強度は200ワットで精膜していきたいと思います。で、約100ナノメーターの精膜をしていきたいと思いますので、7分20秒のスパッタタイマーをかけて精膜していきたいと思います。で、そうこう言ってるうちに1時間29分57秒58、59、1時間30分、90分経ちましたので、それでは始めていきたいと思います。では、RF の電力を10ワットにしてあげます。で、10ワットでアルゴンのカットバルブを開けます。こちらビューポートをちょっと見てください。はい、放電します。オン。はい、放電が着火しました。これの放電が着火して、この紫の色っていうのがアルゴンの放電色になります。この状態で、ワッテージを200ワットまで徐々に上げていきます。はい、200ワットまで到達しました。で、その時の放電色をちょっと見てください。よいしょ。こんな風にですね、ブルーの色が見えてると思います。で、これがチタンの放電色ですね。チタンがスパッタリングでこう飛び出して、それの飛び出したチタン原子がまた電離されて、電離した時の色っていうのがこういう風にブルーの色が出てきます。じゃあこの状態で、5分間プリスパッタを行っていきます。で、5分間シャッターを閉じた状態で
スパッタリングしてあげることによってターゲット表面が大気に1回さらされてたんで、酸化してしまうんですね。でその酸化チタンの膜を取っ払って純粋なチタンの、ターゲットの、表面を出していきます。でその状態になったらシャッターを開けて、精膜することにしていきます。なので少々お待ちください。でそれでは、シャッターを開けて精膜を開始していきます。用意スタート。でシャッターを解にするとスパッタタイマーがカウントアップされまして、当初セッティングしていました7分20秒経ったら、RF 放電が自動的に落ちるというような仕組みになっています。でこの状態でちょっとチャンバーの中を見てみましょう。カッターの刃がぐるぐる回ってるのがちょっと見えるんじゃないかなと。はい、7分20秒経ったら精膜は自動的に落ちる仕組みになっています。それでは7分20秒少々お待ちください。じゃあちょっと開けて、中の様子をちょっと見ながら、はい、落ちましたね。はい、ではアルゴンガスのバルブを閉じます。で、次の放電のために1回0ワットまで戻します。はい、持ちました。精膜してると200ワットで精膜してるとだいぶ資料の方が、加熱されていってしまいますので、もうちょっと待ちます。もうちょっと待ってから大気解放して取り出します。そろそろ開けていけるかな。開けていきます。よいしょ。開けました。はい。取り出しやすいところに、よいしょ。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 はい。しっかりチタンの色になってますね。はい。チタン精膜された状態がこんな感じです。ここの部分がボルトのワッシャーのところでマスキングされてるんで、ここは精膜されてないので、もともとの鉄の色が出てます。でこちらの先っぽの方がチタンが精膜された状態になっています。ではもう1本目に、窒化チタンの精膜をするのに出していきます。また同様にエタノールで拭いていきます。はい、こうやってセッティングしましたんで、これで今度は窒化チタンの精膜していきます。はい、基板回転させていきます。干渉チェックしていきます。はい、ハッチ閉めます。よいしょ。大丈夫そうですね。はい、それでは真空引きしていきます。じゃあ真空引き開始したんで、またストップウォッチでオンしていきます。ではこの状態で、90分間真空引きしてから、精膜今度は窒素を入れての窒化チタンの精膜にチャレンジしていきたいと思います。少々お待ちください。はい、じゃあ真空引きを行いまして、約1時間31分ですね。約90分経ちまして、
1.1×10 のマイナス3乗まで、真空引きが、されましたので、こちらからアルゴンを入れて放電を立たせていきたいと思います。ではまず10ワットにしてあげて、RF をオンしてあげます。この状態でまずアルゴンだけを入れます。で紫の放電が立ちました。でこの状態で放電の電力を少しずつ上げていって200ワットまで上げていきます。はい、200ワットに到達しました。で、放電の色はこんな感じです。じゃあここでこの状態で窒素のトリガーバルブをオープンにしていきます。で、放電の色が赤く変わるのを見ておいてください。いきます。窒素の方でカットバルブをオープン。こんな風にちょっと赤みが入った色が出てきますね。はい、これで窒素の流量が安定するのをちょっと待ちます。この状態で5分間プリスパッタ時間に取りたいと思います。少々お待ちください。4分39秒になってきましたので、あと20秒ぐらいしたらシャッターを介して精膜をしていきます。今回ですね、さっきよりちょっとレートが落ちるので9分40秒の設定でやっていきます。はい、5分経ちましたのでこの状態でシャッターを開けます。はい、こういうふうに精膜されています。ビューポートにちょっと精膜されて中が見づらい状態になっているかもしれないです。はい、9分40秒経ちまして RF 放電が止まりました。では、N2 を閉じてアルゴンも閉じていきます。で結構200ワットで9分40秒精膜して熱くなっていると思いますので、もうちょっと置いていきたいと思います。はい、そろそろ触れるぐらいにはなったかなと思いますんで、ベントしていきます。ベントまで約2分、少々お待ちください。かな、さあ開けます。よいしょ。さあ出たかな。よいしょ。おいっと。よいしょ。よいしょ。熱すす。はい。どうでしょうか。お、だいぶ黄色にはなってそうですね。よいしょ。外していきます。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じで出来上がりました。で、はい、窒素を混ぜた時の感じがこんな感じで、窒素を混ぜない時が、こちらですね。で、何も精膜してないのがこちらというふうになります。
黄色のところが、ここがちょっとムラになってるのは、あれですかね。私の、洗浄が不十分だったのかもしれないです。これを全部カッターに戻して、切れ味の確認をちょっと確認していきたいと思います。では、こちらのように、3種類のカッターが出来上がりました。何も精膜されてないもの、チタンを精膜したもの、反応性スパッタで窒化チタンが精膜されたものになります。こちらで切れ味の評価をちょっと自分なりにしてみたいと思います。はい、ではチタンを精膜したサンプルと窒化チタンを精膜したサンプルで精膜してない元々のカッターで切れ味をちょっと評価してみたいと思います。ではまずはじめに何も精膜してないサンプルでちょっと切っていきますね。うわ、こんなもんか。はい。ではチタンを精膜したサンプル。なかなか綺麗ですね。では窒化チタンを精膜したサンプルでやってみます。お、ちょっといいんじゃない？ちょっといいかも。じゃあもう一回何も精膜してないサンプルで。ギザギザですね。じゃあもう一回窒化チタンの精膜したサンプル。ちょっと良くなってるかもしれないです。けどちょっとですね、精膜してから時間が経ってるんですけど、見た目があんまりよろしくないなというところはありますね。で、1個100円で買ってきた、サンプルはすごく綺麗なので、こっちでもちょっと試してみますね。あれ？ちょっと紙をもう一枚お見せします。あれ？全然切れないですね。じゃあ私が精膜したサンプル。よくないですかこれ。私一番取っちゃったかもしれないです。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。菅製作所の YouTube チャンネルではこのような研究開発の現場で役立つ動画をまとめてこれからも発信していきたいと思います。よかったと思ったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。